皆様おはようございます。今私は中国の南京市に来ております。昨日セントレアから直行便の吉祥航空でこちらに到着したところでホテルにチェックインして今翌朝になりました。かなりね大都会です。昨日暗くて見えなかったんですが、南京の街もかなり発達しててでかいですね。それで前回の動画でねお話ししたと思いますが、南京市に滞在する日は今日1日しかないんですよ。2日ぐらいね、ちょっと予定を取りたかったんですけども、スケジュール的に厳しかったんで、今日1日で、自分のね、行きたいとこ、また行ける限りのね、南京市の様子だったり、街の雰囲気とか、そういったものをね、見ていこうと、思っております。南京市に関してはね、歴史が詳しい人、好きな人からすればですね、結構、熱い場所だと思うんですよね。僕はそこまで詳しくないですけど、詳しくない私でも、有名なのはやっぱり、孫文の墓があるとかね、もともと中華民国、今の台湾、首都が台北ですけど、もともとはこちら南京市が中華民国の首都だったということで、孫文のね、墓があるとか、あと、マイナスなことで言えばね、ネガティブな話で言えば、もともと日本が、ここはね、満州とかと違って、占領してた、地域ですので、そこでやっぱり反日、抗日感情がちょっと強かったり、南京大虐殺、南京事件があった場所です。そういったこともあって、非常に、反日、抗日的な感情が強い、中国の中でもトップクラスの、エリアと言われております。実際に街の人たちが全員そうなのかって言ったら別だとは思いますが、あと南京大虐殺ね、これも学校で習ったりすることもあると思いますけど、それが、実際のことと大きくね、プロパガンダみたいに、歪められてる可能性もありますし、私はね、そこまでね、何十万人、何百万人みたいな感じでね、どんどんね、被害に遭った人の数が増えてるのはちょっとおかしいなとは思ってるので、あまりね、鵜呑みはしてないんですけども、そういった場所で、そういった南京大虐殺記念館とかもあったりするんですよね。日本人としてはちょっと肩身が狭いのかなというような場所ではあるんですが、実際に自分の目で見てね、南京のこういったところがある、こうなんだっていうのは、今回この動画でね、ちょっと見ていこうかなと思っております。歴史好きな人もね、こういった動画結構興味あると思うんで、そういった人たちにも楽しんでもらえるように、ちょっといろいろ頑張って、今日1日しかないんですけど、見ていこうかなと思っております。マリオット系のシェラトンホテルに昨日夜ね、チェックインして、今から朝ごはんタイムなんで、朝ごはん食べて、ちょっと、どう動くか決めて、もうサクサク、もう時間ないんで、やっていこうかなと思っております。せっかくいいホテル泊まってるんですけど、ラウンジとかもあるんですけどね、もう今回のちょっとホテル滞在は捨てまして、基本的には外でね、いろいろ見ていこうと思います。ということで、朝食会場入りました。すごい、生ハムの原木とかある。すごい、生フルーツ、フレッシュジュース。うまそうですね。肉まん。餃子もありますね。ちなみにこれが南京で有名な牛肉の餃子ですね。今回滞在中で食べようと思ってた、こちらの名物の南京の牛肉餃子あったんで、ちょっとテンション上がりました。今ヌードルバーで麺を作ってもらってます。揚げパンのおかゆとかもうまそうですね。結構クオリティ高いです。これ南京の名物なんかな、書いてありますね。ということでこんな感じで持ってきました。麺がうまそうでしたね。水餃子とかも作ってくれるみたいです。あとアメリカンブレイクファスト的なものもありますし、さっきから何度も言ってる南京名物の牛肉焼き餃子、これはねちょっと食べないといけないなと思って持ってきました。あと肉まんですね。クオリティ高いわ。あと食べ物もいっぱいあります。種類豊富ですね。そんな感じのシェラトン南京ホテルの朝ごはんです。これ生搾りジュース。ピーチだ。俺もピーチの生搾り超うまいわ。麺がね日本のラーメンみたいな麺ですね。とりあえず朝ごはんはホテルで済ませれたんで、この後ね街に出かけていろいろ見ていこうと思います。それでは朝ごはんも食べましたんで、早速、移動していきたいと思います。で、一番最初今から行くところがやっぱり南京といえば南京大虐殺記念館というのがありまして、思いっきり日本人アウェーの場所なんですが、自分の目でねちょっと見ておきたいということで、地下鉄でですねホテルの近くに駅があるんで
1本で行けるんですよね。そこに今から行こうと思います。これが南京のね、街ですよね。もちろん初めて来るんで、中国は本当一つ一つの街でね、雰囲気が全然違いますね。今のイメージでいうとかなり広いです。道幅が広いで、結構木とか植わってて自然も多いなって感じはしますね。ホテルの近くにも結構お店がいろいろありまして、このスタバもあるんですけど、コーヒー屋さんも多いですね。ラックインカフェとかもありました。それでは南京地下鉄2号線で、乗っていきます。地下鉄乗ろうと思ったんですけど、地下鉄の駅の横にすごい綺麗な公園があったんで今ちょっと見てます。すげえな、広い。あんな感じで太極拳やってる人たちいますね。後で中華門っていうね、大きな門のとこに行ってみようかなと思ってるんですけど、これ多分違うよね。これのことなんかな。南京は城壁の街ですからね。すごい。こんな感じですね。ちょっと調べてないんで分かんないんですが、このような建物はいくつかあるはずなんですが、思った以上に広いです。でかい。子供がすぐ寄ってくる俺に。見たいところはいっぱいあるんですけど、時間がないんでとりあえず目的を果たしに移動します。地下鉄乗ります。結構深いところを走ってますね、南京地下鉄。エスカレーター3回ぐらい今乗ってますね。地下鉄の切符買いました。こちら南京も、トークンタイプですね。2元でした。乗る区間によっては値段が違いますが、はい、これで行きます。現金で買いました。一応アリペイ、WeChat ペイも全部使えるんですけど、小銭あったんでこれで行きます。今ね、こちらの駅なんですけど、2号線のね、1駅2駅先のこちらのこの駅で降ります。読めないんですよねすいません、漢字でもやっぱ読めないわ。基本的に中国の地下鉄って統一されてますよね。作り方とかホームの感じも完全にこのね、密閉型のホームドアですし、車両の形はちょっとずつ違うんだけど全部中国製ですよね、基本的にね。本次列车开往鱼嘴站。今日は連休中だから皆さんね、多分行くと思うんですよね。そういう記念館とかミュージアムとか。入場料は無料らしいです。それでは駅に着きました。ここですね。はい、2番出口、こちらですね。やっぱみんな行くわ、需要があるんだ。地下鉄の駅出て目の前、こちらのミュージアムですね。で、一応ね、来る前にいろいろ調べたんですけど、ブログの記事とか読んで、露骨に日本人ってわからないようにあんま喋らずに行こうと思います。もし万が一のこと考えてね。はい、入り口はこちらですね。南京大虐殺記念館。すごい混んでるわ。皆さん菊の花持ってますね。献花台に捧げるためだと思いますが、こんなに人いっぱいいるんだ。これは予想外。ちょっと残念なお知らせなんですが、まさかのね、入場制限してて WeChat で予約しないと入れなかったですね。孫文の墓もそうだったんですけど、だからできなくて、で今見たら今日の分もう満員なんですよね。予約できなくなってました。今日5日なんですけど押せないですね。で6、7も翌日翌々日ももう満員ですね。マジか、入れないのか。ちょっとなんとかして入れないかな。
それでこれがミュージアムの外なんですけど、この外観一番有名なモニュメント。ただもうちょっと無理ですね、今回入れないわ。こんだけ人気だとは思わなかった。一応自分が調べた時はね、無料開放されてて入れるっていう風に確認した上で来たんですけど、やっぱ連休中っていうのが多分理由だと思いますけどね、入場制限してて、もう今日の枠いっぱいなんでどう頑張っても入れないです。であと個人的にこんだけ人がいっぱい来てね、皆さんお花持って献花しに来てるこの人の多さ、これにもちょっと驚きましたね。なんか日本人としてはなんだかなって感じもちょっとするんですけど、で当時のね南京市民の数っていうのは日本が占領してからね、日本がどれぐらい人口がいるのか把握するために統計したデータが残ってるらしいんですけど、30万人から35万人なんですよね。それよりも多くの人を南京大虐殺ということで殺したことになってるっていうのがちょっと矛盾が結構あって、でも中国人の人たちは信じきってますので、もう今いくらなら50万とか80万とか100万人殺したっていうことになってますよね。でそれを違うっていう発信を日本がしないのと、もうメディアも肩代わりしてそっちを言うので、もう定着しちゃってるんですよね。もちろん悪いことした部分はめちゃくちゃあると思いますよ。日本もあるんだけど数は全然違うんではないかなと、思いますね。はい、もうなんかナチスの、ユダヤ人に対するものと同じぐらいのことで言ってますけど、全然違うと思いますので、と僕は思います。日本人として言っときます。でも中国の旅行とか文化も私は結構好きです。ここに書いてありますけど、今日はもう満員で入れないと、予定を変えなさいみたいなことが書いてあります。残念ながら私が一番来たかった場所が、入場制限で入れないっていうことで、もう今回諦めるしかないですね。そう、孫文の墓もダメだったんですよ今日は。その入場制限かかってて、じゃあどうしようかっていうことで、中華門っていう場所に今から行きます。そこも行こうと思ってたんで、とりあえずせっかく来てるんでそこ行きましょうか。いやーショックだな、こんなに人がいるとは思わなかった。とりあえずもう一度南京地下鉄に乗って中華門近くの駅まで移動します。ちょっと戻る感じになりますけど、地下鉄2号線から1号線に乗り換えて最寄り駅に来ました。こっからもね結構15分とか歩くっぽいんですよね。タクシーおすすめしますって書いてあったのでタクシー捕まえます。実際中華門駅っていう駅があって、そこの方が近そうなんですが、こっちの駅の方がいいという風にね100度地図アプリで言ってたんで来たんですが、結局でもそれでも離れてんだよね。どうしようかな、タクシー捕まえようかな、歩こうか迷いますね。距離を調べたら1キロぐらいだったんで、やっぱり歩くことにしました。街を見ながら歩きます。歩いてると結構パブリックトイレあるんですよね。これありがたい。綺麗とは言えないけど、すごいウグイスが売ってる。中国っぽいな、鳥が売ってるのは。これ日本のウグイスと同じやつですね。これすげえ。だんだん近づいてきたんですけど、こういう景色が南京っぽいんですよ。水路があって、街にね中華っぽい建物があって、でここも川下り確かできるはずです。バンコクのセンセープ川みたいな水上バスがガンガン走るような川じゃなくて、静かな感じの景色がこういい感じで、いいかな、わかんないけど中華っぽいって感じで、これを見たかったですね。まだまだこの先たくさんあると思います。これで中華門に行ってもね入場制限で入れないっていう可能性ありますよねそしたら今回何にもなんか目立ったところに入場できてないことになるな。まずいな。今のところそんなにねなんか反日感があるとか、なんか自分がね立場上居づらいみたいなことは体験しないですね。普通ですね。そのさっきの南京大虐殺の記念館には入ってないんで、あそこ入ったらまた別だと思うけど普通ですね。なんかそれっぽく雰囲気が出てきた気がする。古いね中国の文化というか、昔中国に来た時こんなゴミをね分別するみたいなことなかった気がするけどな。ちょっとだけやっぱ改善されてるよね。だいぶゴミだらけっていうのが少なくなった気がする。だいぶなんか裏道というか下道みたいなところ歩いてるんですけど、ちょこちょこねこの電線がねぶら下がってるんだよね。感電しそうで怖いな。ということで着きました。これ正面の中華門入り口ですね。ちょっと入ろうか。わあ全然なんか作りが綺麗になった。一気に
あとは入れるかどうかだな。これさっきの南京大虐殺ミュージアムよりかは全然空いてるわ。ということで、こちら入り口右側にあるチケットオフィスで買いました。50元です。入場料50元ですね。ということで入れますね。よかったよかった1個ぐらいなんか入っとかないと。一応これ南京城のね城壁の中に入っていろいろ散策できるっていう、はい、ここ一時期ね日本が全部取ってたっていうのもすごいよね。それじゃあそそくさと入っていきましょう。はい、こちら中華門の正面ですね。この奥の方ずっとつながってるこの絵が多分大事なんだと思います。見どころですよね。人が増えてきた。はい、もう何度も言ってますが、もう今日は連休の日なんで中国人の人たちの国内旅行の人が多いんでね、しょうがないです。どんどん入っていきましょう。すごいね、作りがすごい。子供が多い。これ全部ね手作りっていうのもすごいよね。精度に関してはやっぱ日本の方がこうなんかこう最後雑な感じに終わってるのもちょっと、あんまこういうこと言うとあれか。すごいね、こういろいろ見るの楽しいね。ここから上に上がれるみたいなんで階段ですけど行ってみましょうか。こんな感じですね。結構きついな。やばいやばいやばい、足がプルプルしてきた。城壁の一番上まで来てみました。これは広い。景色いいですね。こんな感じで街を一望することができます。素晴らしい。この先も続いてるんですよ。万里の長城みたいな感じで行ってみましょうか。で、あとね、見えるかな、これ東門エリアっていうんですけど、ここにもね古い建物いっぱいあってお店もいっぱいあるみたいですね。結構急斜面なんできつかったですけど、上がってみるといい景色ですね。城壁を降りたところに南京城博物館がありますね。かなり綺麗な感じですが、ちょっと中に入るのはやめます。はい。で、こっちの、古いね街並みを再現したエリアをちょっと歩きますか。全然テナントが入ってないというかお店もやってないですねガラガラただこの建物を建てただけって感じなのかな。それでも水路のある街並みはめっちゃ綺麗ですよね。映えますよね。こんな感じで遊覧船みたいなのが走ってますね。これ乗りたいな。調べてみたらこのね、通りはこんな感じなんですけど、奥の方に行くとねなんか結構栄えてるみたいなんで、そこでなんか軽く食べましょうか、昼飯を。で一旦、ホテルに戻ろうと思います。その後ね、急に人通りが増えましたね。いいですね。こういうところに来たかったです。素晴らしいお店がいっぱい。はい、ここも中国料理のお店ですけど、やっぱり鳩食べますね。はい、鳩料理100元ぐらいかな。98元丸揚げ、結構高いね。98元2000円ぐらいするよね。いい感じだ。いい雰囲気ですね。すごい、やっぱり連休なんで混雑してますね。人だらけ。あとやっぱ中華民国っていうのでね、もともとこの台北的なんちゃらって書いてありますが、この豆腐のスイーツ、台湾で有名な豆腐のスイーツのお店もありますね。おー、すごい今まで見た中で一番中国っぽいケンタッキーですね。結局ですね、タピオカミルクティー買ったんですけど、これも久しぶりに飲むな。でこれ19元なんですよね。400円ぐらい。安いね。こんなもんか。なんか前もっと高かった気がしたけど、はい、久しぶりに飲みます。もうめちゃくちゃ混んでるわ。人酔いしそうなぐらいパンパンです、人が。タピオカミルクティーを飲んでしまった後に気づいたんですけど、めちゃくちゃおしゃれなスタバがありました。南京城の中にあるこのスタバがこんなおしゃれだとは思わなかった。ちょっと中入ってみますか。おー、すげえ。いいですね。こう地方っていうかここにしかないスタバみたいなのを見るの好きなんですけど、すごい綺麗だ。ここで飲めばよかった。
スタバマニアの人にはたまらない南京グッズ、南京スタバグッズありますね。なんとかちょっと動画的に形になってよかったですね。見どころが探せれました入場不可で入れないわね。もうこれほんと積んじゃうんで。すごいおしゃれだな、中も。とりあえず一旦今からねホテルに戻ろうと思います。それでホテルに一旦戻ってきました。39階にねシェラトンクラブラウンジあるんで、ちょっとね覗いてこようかなと思います。飲み物ぐらいは多分この時間でもあると思うんで、まだカクテルタイムの時間ではないですけどね。でちょっと休憩して、でまた夕方ね出かけますか。ラウンジ入りました。めっちゃ景色いいですね。ちょっとパンがあるんで食べますか。フルーツとかもあるね。ケーキもあるね。もうこの時間であるんだ。ちょっと休憩ですね。ティータイムとかカクテルタイムじゃないのに軽食があるのは珍しい気がするな。ケーキとかパンとか、はい、しかもパンもねあったかいですね。はい、これちょっと昼というか軽く食べて、はい、ゆっくりしようと思います。で部屋に戻ったんですけど、昨日からね部屋が暑いんですよ。暖房が効きすぎてて、でエアコンのねこの設定するやつがあるんだけど、全然使い方が分かんないっていうか設定ができなくて、で今たまたま歩いてたスタッフの人に聞いたら電話してくれて、でちゃんとね日本語対応のスタッフの人がやっぱいるみたいで、日本語でねもうオールコントロールだから部屋ごとで帰れないんだみたいなことで教えてくれたんだけど、その件はいいんですけど、結局この南京に来てもみんなねちゃんとニコニコで、このシェラトンマリオットって高いホテルっていうのもあると思うんだけど、すごい親切ですねと思いました。全然一回も半日間をまだ味わってないというか、毛嫌いする人いないんですよね。大連の時とあんま変わんないかな。大連の方がより親切だったけど、全然普通ですよ。みんなちゃんと対応してくれますね。はい。ちょっとそれが言いたかったんで今動画撮ってますけど、問題ないと思いますね。南京に来ても。あんまりこう主張したらいけないかもしれませんけどね。日本人だみたいなことをひっそりと普通にいる分には、日本人って相手が分かってもお客さんはかなりニコニコで丁寧な対応でしたという、ことです。それであれからねちょっと休憩しておりまして、今16時15分ですね。で今からねちょっと晩飯をちょっと早いんですけど食いに行こうかなと思ってて、でこの後夜にですね、一緒に来てる大学生の子と合流して夜景を見に行ったりしようかなと思ってるんですが、彼まだなかなか帰ってこないんで、先にちょっとね飯を食いに行こうかと思っております。それで南京市内にですねサイゼリヤがいくつかあるんですよ。で中国でサイゼリヤ私まだ一回も食べたことなくて、私のチャンネルでねシンガポールとか台湾そういったところで海外のサイゼリヤを食べるっていうのを結構やってるんで、久しぶりにねちょっと海外サイゼリヤ食べてみようかなと、はい、思います。今急に思いついてねサイゼリヤ近くにあると思って歩いて行ける距離になったんで、ちょっと今からそれ食べに行きます。それでは再び出かけます。現在のねこの4月4日2024年の南京市の気温、空気はね結構乾燥してます。で気温がね23度とか4度とかぐらいですごく過ごしやすいです。夜はちょっと寒かったですけどね、日本の春みたいな感じですかね。で空気もそこまで汚いっていうのは感じないですね。あそこにリッツ・カールトンがありますね。高級ホテルも結構多いですね。こちらのデパートの2階っぽいですね。行ってみましょうか。昼今日タピオカミルクティーだけだからお腹空いてます。いっぱいお店がありますね。ブラックインコーヒーもある。こういうところでもちょっと食べたい気持ちもあるけど、今回ちょっとネタ的にサイゼリヤにします。頻繁に中国来てね中華料理食べてるんで、たまには違うの行きたいですね。せっかく来たんですけどちょっと潰れてるっぽいですねお店がないです。この2階のこのフロアにあるはずなんだけど見当たらないので潰れちゃったんだな。これありました。ちょっと隅っこの方で自分が勘違いしてただけで、ここがサイゼリヤですね。2階です。人生初の中国サイゼリヤ、どんな感じなんでしょうか。値段も気になりますね。楽しみだな。いきなりということで店内入りました。日本のサイゼリヤと雰囲気似てますね。ドリンクバーもあります。ちょっ
ちょっとメニュー見てきますか。なるべく面白そうなのがあったら頼んじゃいましょうか。中国っぽいもの、一応ミラノ風ドリアあります。15元安っ。1元20円計算で300円ぐらいか。もうちょっとするとは思うけど。ステーキも45元。あとエスカルゴもあるね。頼もうエスカルゴ人気って書いてある。19元。こういう串のなんかなさそうだね。これ鶏肉かな。ケバブって書いてある。はい、あんまりなんか日本と違うのそんななさそうだな。なんかすごいね、こういう鍋パスタみたいな。ピッツァもあるね。すごい。フルーツ山盛りピザもある。ハーフとかもできるんだ。こういうのは日本でないね。ピザも安いね。あとステーキ系はもちろん牛肉もあるけど、ラムも充実してますね。ラム肉、サーモン、あとはこれ一応これディアボラ風なのかな。玉ねぎの刻んだやつがあって、イカとか自信作って書いてある。ちょっとお腹空いてるからすごいワクワクしちゃってるわ。こちらがサイゼリヤのドリンクバーですね。これ何なんだろう。豆乳もあるんだ。それで今いろいろオーダーしました。今商品待ちなんですが、合計でね65元です。日本円にして1300円ぐらい。結構頼みました。9元のパスタ、ペペロンチーノとかも頼んだんですが、基本的にはねこの QR でメニュー選んで、ここでもう決済するっていう感じなんですよ。アリペイと WeChatPay かな。で自分も今ね読み込んだんだけど全然できなくて、それを店員さんに言ったらすごい親切に手動でね現金払いでもいいよということでやってくれました。結構親切ですよ本当に。サイゼリヤが日系チェーンっていうのもあるかもしれないけど、今のところ南京来てそんなに嫌がらせみたいなとかなんかね差別されるようなことない。そういうイメージの人多いと思うんですけど、反日感情が強いエリアなんで行きたくないって人もいると思うんですが、今のところ超普通ですね。ということで来ましたエスカルゴ。グツグツですよちゃんと。鉄板もこれまだジュージューいってます。すげえあとこちらペペロンチーノですね。これが9元です。ボリュームはね明らかに日本よりある。でベーコンもたくさん入ってる。すごいね。出てくるのも超早かったこれはすごいんじゃないですか。エスカルゴ、普通にうまいわ。エスカルゴ乗せてうまっ。どれも全部美味しいですね。クオリティ高いです。チキンステーキもね全然こっちの独特なスパイスの八角の味とかしないし美味しい。日本のやつよりもなんか肉もでかいしね。いやまあ大満足だわ。ちょっと入ってみてよかったということでサイゼリヤ食べました。めちゃくちゃ美味しかったわまあ日本でも食えるだろうって言われたらそこまでなんだけど、中国で進出してるサイゼリヤがどんな味なのかどんな感じなのかっていうのは、興味ありますよね。はい、自分はありました。はい、お腹も満たされたんでもう今、もう幸せです。で今からね先ほど言った通りちょっと、大学生のはるはるくんと合流したいと思うんで、そちらの待ち合わせ場所に行こうと思います。地下鉄で移動します。今17時38分でちょうどね晩ご飯時というか、人がみんな出かける時ですね。かなり今地下鉄満員でした。東京の通勤ラッシュのね、レベルぐらいまでパンパンでしたでここの駅で降りた人も多かったんで、今から風刺廟というね川と街とライトアップされてて綺麗な場所に行くんですけど、多分混んでるでしょうね。かなり混んでそうだな。人がすごいいっぱいいるさすが中国。そして連休だ。すごい混んでんな。さすがだな全然進まない。それでこちらが風刺廟の、門のとこですね。もうこれだけの人がいます。すごいね。一大観光スポットですよね。ここもねど定番の。ここはね自分がちょっと来てみたいなと思ってた風刺廟のこの遊覧船のやつですね。で夜この川沿いがライトアップされたところを乗っていけるっていうので、
今ねチケット売り場行ったんだけど、まずねもう買えなさそう。これ乗る人たち待ってる数なんですけど、裏も全部なんですよ。ちょっと無理だなこれ。すごいわ。もう今日中の乗るの不可能ってぐらい人がいますね。ちょっとね舐めてましたわ本当。もう無理あんまりこう近づくことももう避けたいぐらい人がいますね。こんなに人がいるのコロナ明け初めて見たかも。これあれはぐれたらもう俺ら会えないかもしれないねそれぐらい人いるよね。うわーすげえということで最後にですね風刺病という場所に来て、船に乗ってね夜景でも見ようかなと思ったんですけど、これもできなかったです。こんだけ人が混んでて、チケットもねもう予約いっぱいすごいわ。久しぶりにもうコロナ明け一番の人混みを今回経験した感じですね。中国のパワーってやっぱすごいですね。はい、そんな風に思いました。で今回ねもう今日で最後なんですよ。1日しかこちらの南京に、滞在しませんので、明日朝ですね新幹線に乗って上海に移動します。次回その動画をねお届けしたいと思いますので、これで終わります。ご視聴ありがとうございました。それでは。